さて、僕がね、もうこのライカ Q3 を手に入れてから、だいたい1年経ちました。で、今もね、お気に入りのこの Q3 なんですけど、新しいライカ Q3-43 に乗り換えようかと、実際にね、予約注文までしたんですけど、ちょっとね、冷静になってもう一度考えてみようと思って。っていうのもレンズ以外はね、全く同じ100万超えのカメラをまた買うのかと。というわけで今回はね、今一度冷静になってこのライカ Q3 を、1年使ってみて僕が感じた良い点悪い点と、今回ね、結果的には見送ることにしたんですけど、ライカ Q3-43 になぜ乗り換えなかったのか。あと、最近ね、入手してちょっとね、紹介したいライカにぴったりなおすすめのカメラバッグについても少しね、話していきたいなと思います。じゃあまず、そもそもなんでね、このライカ Q3 を買ったのか。それは単純に多くのカメラマンが、最高だって言っているライカを一度使ってみたかったから。それは本音を言えばね、M 型のライカが欲しかったんですけど、ただやっぱりね、ちょっと試してみたい程度で、レンズと合わせてね、300万円をポンと出せるわけもなく、ちょうどその時に発売されたこの Q3 を選びました。で試すだけだったらライカの D-Lux っていう手もあったんですけど、でもね、単にライカの名前がついているこの OEM 製品じゃなくて、ライカがね、設計製造したメイドインジャーマニーのカメラを手にしたかったんですよ。そういう意味で初めてのライカとしてこのね Q3 は僕にとってはベストな選択肢だったかなと思います。で、実際にね、手にしてみると、このマグネシウム合金のボディっていうのはプラスチック製のねカメラと比べてもやっぱりね、質感が圧倒的に優れていて、743g っていう重量感はあるんですけど、それがかえってね、高級感を醸し出してくれてて、所有欲を満たしてくれるんですよ。ボタン類とか、あとは印字とかもね、ほとんどなく、デザインはすごくミニマルでシンプル。無駄がなくてね、流行に左右されない、すごくね、長く愛用できそうなデザインになってます。ただしね、グリップがないので、ちょっとね、この重量のカメラを片手で構えて撮影するっていうのは、結構難しかったりもします。で、この Q3 は6000万画素のセンサーと、ライカ製の 28mm の、ズミルックスアスフェリカルレンズを搭載してて、通常のね、最短撮影距離だと、だいたい30センチ。で、これマクロモードに切り替えることができるんですけど、マクロに切り替えると、17センチまで寄ることができます。で、デジタルズームで 35mm、50mm、75mm、90mm の画角を選択することができて、35mm で約3900万画素、50mm で1900万画素の解像度があるので、A3 サイズの印刷、このくらいですね。このくらいの印刷にも、それだったらね、十分耐えることができます。Q3 の売りの一つである、高画素を生かしたね、デジタルズームなんですけど、これがね、使い勝手にちょっと難があるんですよね。例えばね、こっちのX100V では実際の画面がね、ズームされるので、被写体がね、すごく大きくて構図も撮りやすいんですよ。一方でこのね Q3 ではそのクロップ範囲の枠が表示されるだけで、特にね、こうやってファインダーを覗いて撮影するときはすごく見づらいんですよね。これが僕がね43に惹かれた、理由の一つでもあるんですよ。っていうのは、その標準寄りの画角を好む、身としてはですね、見づらいデジタルズームで撮影するよりかは標準で 43mm っていう画角を備えてくれてた方が、使いやすいかなと思ったんですよ。ただもちろんね、この Q3 の写りには非常に満足してます。正直に言うと、取って出しのね、写真を見て、これぞライカと、一目で僕がわかるかというと、正直1年経った今でも僕にはね、多分判断できないです。Q3 のね、レンズの解像度とか、コントラスト、あと色再現性が高いことは確かなんですけど、他のメーカーのハイエンドレンズと比較して本当一目で違いがわかるかっていうと、そうじゃないっていうのがもう本当率直な感想です。で、43に惹かれた2つ目の理由は、そのね、やっぱり卓越した光学性能。MTF で比較してみると、
43単体で、その価格を超えるライカのアポズミクロン M5 もね、凌駕する描写性能になってるらしいんですよ。で、さらに SL シリーズよりも、高性能だとされてます。ハイエンドレンズの、性能が本当横並びになっちゃって、個性をね、やっぱりその中で失いつつある中で、この43は、その光学性能を極限まで追求することで、逆にね、新たな、個性を獲得できるのではないかと、期待したわけですよ。じゃあなぜ、43をね、見送ったのかと。その話をする前に、ちょっとここでね、ライカのファンだけじゃなくて、もう本当上質なプロダクトに目がない皆さんにおすすめのカメラバッグ、ドイツのね、ライカ公式ストアにも並んでいる、本日のスポンサーであるオーバーワースのね、カメラバッグをちょっと紹介したいなと思います。で、このね、オーバーワースは、日本ではまだあまり知られてないかもしれないんですけど、ライカと同じドイツのブランドになります。職人のね、手作りによる高品質なレザーを使用していて、ライカ用のアクセサリーやカメラバッグを製造している、メーカーになります。で、今ね、僕の手元には、ここにね、ライカの Q3 に合わせたこのね、レロンっていう、小型の、メッセンジャーバッグスタイルの、カメラだったり、スリングバッグ、そしてあとね、Q っていうね、このレザーバッグがあります。めちゃめちゃ可愛いでしょ。で、このレロンはナイロンと、このストラップ部分はレザーの素材になってて、このね、バックル部分もなんか見たことのない、形になってるんですけどね、これはこうやってこうマグネットとこんな感じでね、上に引っ張り出して開けることができるんですけど、で、このね、メインコンパートメントはすごい柔らかいクッション素材になってます。ほんとね、Q3 とかコンパクトカメラにこうぴったりなサイズ感になっていて、ちょっとね、ペンタプリズム部が突起してるような、デザインのカメラだと、ちょっと入れるのは厳しいかなっていう感じなんですけれども、逆にね、すごいこう小型で、本当にこういったコンパクトカメラを持ち運ぶにはぴったりの、すごいね、クラシックでかっこいいデザインになってます。で、他にもね、4つちっちゃいね、ポケットがついてて、ここなんかスマートフォンなんかをこうポンと入れるには、すごいちょうどいいサイズかなと思います。で、少しね、大きいカメラの場合は、こっちのね、スリングバッグ、こっちの方がね、やっぱり適してるかなと思ってて、こいつは南ドイツ産の 100%、フルグレインレザーで作られてて、手触りもね、ほんとこうめちゃめちゃ柔らかくてねすごい高級感があります。で、内側のね、この赤い部分がね、めちゃくちゃかっこいいですよね。こっちだったら Q3 はもちろんミラーレスカメラでね、ペンタ部が突起してるようなデザインのものでもしっかりとね、格納することができます。大きすぎないレンズだったらね、カメラともう一本、追加でレンズを、入れられるかなっていう感じになってます。でね、最後このバックパックはほんとね、日常使いにめちゃくちゃ優れてて、カメラをね、収納できるだけじゃなくて iPad はもちろん14インチのね、MacBook も入ります。通勤通学でカメラをね、ちょっと持ち歩きたいんだけれども、典型的なちょっとカメラバッグの見た目は、避けたいなという方にはね、すごいおすすめです。本当にね、見た目かっこいいし、すごいね、高級バッグだなっていう感じはあります。ちなみにお値段も全部そこそこします。カメラバッグっていうとどうしてもね、こうアウトドア系だったり、あとはね、ちょっとテック系の見た目のものが多くて、しっくりこないなと感じてる方は、このね、ライカ社のお墨付きのオーバーワースのカメラバッグをぜひね、概要欄のリンクの方からチェックしてみてほしいなと思います。はい。というわけで以上、本日のスポンサーであるね、オーバーワースのカメラバッグの紹介でございました。ライカ Q3 には、ライカルックスっていうね、フィルムシミュレーションみたいな機能があるんですけど、これがね、またいまいちちょっと個人的にはあまり好みじゃなくて、っていうのも、どれもね、結構コントラストがもうバッキバキで、トゲトゲしいというか、ハマればね、それは古い昔のストリートフォトで見たことあるような、クラシックなテイストになるんですけど、ちょっと、日常使いは、いまいちしづらかったんですよね。ところがね、ちょっと前に、ライカクロームっていう新しいね、ライカルックが追加されたんですよ。これがかなり良くて、すごくね、今っぽいというか、
ハイライトとシャドウがね、すごいこう滑らかになったようなライカっぽさを残しつつも少しね柔らかくなった印象になってて、これはねすごく個人的にはお気に入りで、もう基本今はね全部それがデフォで撮影してます。じゃあ最後にね、なぜ僕が43を見送ったかという話なんですけど、一つは単純にすでにこの Q3 を持ってるから、さすがにねもう110万円っていうのは高いなと。でもちろん買う場合はね、この Q3 を下取りに出す予定だったんですけど、マップカメラでね、現在ね、この Q3 の買い取り価格が60万なんですよね。1年で新品価格から30万円以上の下落で、データで見ると今年の頭はね77万だったんですよ、買い取り価格が。そこからさらに17万も下がっているので、ちょっと Q3 はね、そのリセールバリューがあんまり良くないのかなと。それだったら、もうちょっとね、頑張ってお金を貯めて M 型に行っても、いいんじゃないかなと思ったんですよね。2つ目は、43ってフィルターがね、つけられないんですよね。このね、角型のフードをつけなければフィルターはつくんですけど、ライカにこうフィルターなんて邪道だっていう人は、それはその人にとっては不要なんでしょうけど、僕はレンズの固定式カメラだからこそ、いろんなねこうフィルターをつけて遊びたいなっていうのがあるので、ここは結構僕にとってねでかいマイナスポイントなんですよね。Q3 は、この角型フィルターのついてるこう見た目がすごく好きなので、ちょっとこれをね外して使うっていうのは正直、微妙なとこではあるんですよね。で3つ目は単純に僕はねグレーのカメラよりこのね見た目がブラックの方がかっこいいかなと思ったからですね。で僕の中でライカ Q3 はやっぱりこう写りだけじゃなくて所有してることの満足感っていう部分も正直大きいので、やっぱりね見た目って大事なんですよね。あとはね、その 43mm っていう画角は確かに僕の好みの画角に一番近いんですけど、ただ交換レンズですでに 40mm ってもうすでに僕3本持ってるし、日常のねこういったスナップ用のカメラまでそれと同じ画角帯のカメラにするよりか、28mm でもっとねいい写真が撮れるようになった方が、ただねこのライカのカメラっていうのを、ブランド品として所有欲をこう満たすアイテムにするんじゃなくて、投資した価値はあるのかなと。28mm が難しいっていうのはやっぱりねこう両目のこう視界に近いっていうことなんで、ある意味ね一番ありきたりなんですよね。もうほんとパッと見の面白さっていうのはないはずなんですよ。だからこそ何をどのようにねこう切り取るかっていう、ある意味では機材じゃなくて本当にこうカメラマンの腕が最も試されるのがこの 28mm なんじゃないかなというふうに思います。で本当に最後ちょっと余談なんですけど、ゲイリー・ウィノグランドっていうフォトグラファーをご存知でしょうか。アメリカの昔のストリートフォトグラファーの方なんですけど、ほんとね彼の写真がね素晴らしいんですよね。彼のね代表作のいくつかはインスタグラムでも見ることができるので、ちょっとね知らなかったという方はぜひチェックしてみてください。そしてね彼の写真はほぼライカの M4 と、28mm のレンズで撮られていたということで、いつかウィノグランド先生みたいな写真をこの Q3 で撮りたいなと思ってます。はい、というわけで、以上がですね、僕がこのライカ Q3 を1年使ってみた感想と、43に乗り換えなかった理由でございました。このねライカ Q3 とか43が気になってるという方にね、参考になれば幸いでございます。はい、というわけで、本日の動画は以上でございます。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。